it's harder than I like to think, but it's easy when you're by my side. No point in calling, you just have to see the fundamentals of our love tonight. Cause I've been looking at a photograph of you, and I've been thinking about all the ways you move. This isolation got me feeling like a movie, my love. こんにちは、まさきです。今回は DIY で欠かせないアイテムになっている天井に突っ張って使うラブリコの新しい使い方教えます。ということでやっていくんですが、僕のチャンネルでは DIY を中心に誰でもできる簡単 DIY からレベルが少し上がりまして DIY をするために電動工具などを揃えてる人なんかが工具があればこんな風にこんなもの作れますよっていうのを図面付きで紹介したり、いろいろできるようになったらこんなものも作れますよって上級者の方でも楽しめる内容を理想に動画を作っているので、 DIY に興味がある方はもちろんですが、 DIY は不器用なので興味がないって方も日常生活に使える便利なものなんかの紹介も考えているので、皆様よろしくお願いします。それでは今回なんですけど、ラブリコの新しい使い方ということで、まずはラブリコとは何ですが、ご存知の方も多いと思うのですが、知らない人のために簡単に説明しますと、木の棒の下と上にプラスチック製であったり金属製であったりなんですが、ここでは金物という表現で説明させていただきます。棒の上下に金物をくっつけて天井と床に突っ張って使う金物です。先ほど名前を出したラブリコというのは商品名でして、他のメーカーさんでも天井に突っ張って使う商品は多く出てきています。いろいろなメーカーが商品を作るくらい天井に突っ張って DIY する人は多いことがここでわかります。商品がいろいろある中ですが、有名な商品でまずラブリコは、棒を立てたら上についてるネジを回すと天井との隙間がなくなり、強い力で突っ張ります。もう一つ有名な商品で、ディアウォールという商品は金物の中にバネが入っていて、バネの力で天井を押さえる感じで突っ張っていきます。その他にある商品も似たような感じで天井に突っ張る金物です。次に木の棒なんですが、輸入木材の 2x4 材、この 2x4 材 38×89 というサイズに金物が合うようにスポッとはめ込めるようになっているので、 2x4 材と突っ張り金物一緒に購入して壁面おしゃれな棚であったり、部屋の中の間仕切りであったり、いろいろな使い道があるので人気な商品というか人気の組み合わせですね。以前このラブリコ、ディアオール両方使って壁を作って、そこにテレビを壁掛けにする金物をつけて壁掛けテレビなんて動画を僕も出しているので、壁掛けテレビとかに興味がある方はそちらも見てください。ただこの突っ張るだけ皆さん信用して使っていますが、テレビだったり重いものを取り付ける際にはどこか一箇所でもいいのでビスを止めるのは僕は推奨しています。僕はビス止め推奨派です。地震とか怖いですしね。今現在この方法で何らかのものをつけている方がいましたら、どこか一箇所でもいいからビス止めを検討してみてください。でもうち賃貸だからな、壁にビス止めるのとか嫌なんだよねという方でも、壁を簡単に補修復旧できるやり方なんかも以前の壁掛けテレビの動画の中でやっていますので参考にしてください。 YouTube 見ていたらこの方法で靴を大量に乗せている方が見事に倒れてる動画もありましたが、靴なら頭にぶつかってもねいいですけど、テレビとか倒れてきたらテレビも壊れるし大変なことになりますからね。商品を信用しすぎて大変なことにならないようにどこかに固定する、これだけは覚えておいてください。これだけはねどうしても伝えておきたいことだったので話が長くなりましたがすいません。それではラブリコなどの商品の用途などが分かったところで、 2x4 材のサイズにとらわれないで自由な奥行きで作りたい、でも天井に突っ張るシステムは採用して、そして何より大事なのが簡単に誰でもできる、そこを意識して考えました。ひらめいたんですよ。簡単にできる内容を。今回作るものは洗面所の収納とバスタオルを置く収納を作りたいのですが、
狭い洗面所なので奥行きはあまり出したくない。だけど 2x4 材の89ではタオル毎回丸めてしまうのめんどくさい。奥行き150くらい欲しい。下と上は扉をつけてシャンプーとかストックしておきたい。そこでひらめきました。これなら誰でも簡単にできるのにちゃんとした家具に見える。これ超いいじゃん。収納のあり方がこれで変わる。重ねるだけで作れる家具。ひらめきましたよ。誰でもできるのにはまずホームセンターを使って木材カットサービスを使います。今回使う木材は 18mm ラワンランバー 1200×2400 5000円という材料をホームセンターでカットしてもらいます。今回作るバスタオル収納は幅400、高さ2400、奥行き160、上下に扉付き、扉の中にも棚がある。それが1枚の板から全て取れる1枚板 DIY です。付ける金物はラブリコアイアン。こちらの金物はサイドに蓋がないので、板の幅が89でなくても使える金物になります。材料のカット図がこちら。これをホームセンターに渡して切ってもらうだけになります。それではカットしてもらった材料を積み木のように重ねていきますよ。ラワンランバーは合板なので 2x4 材とは違ってあまりねじれや反りがないので、カットさえホームセンターでしてもらえば扱いやすい材料です。カットした合板の角はサンドペーパーでヤスリがけを最初にしておきました。ヤスリがけをしておかないと角が危ないので軽くヤスリがけをしました。難しそうに見えるかもしれませんが本当に簡単なんでよく見ててください。洗面所が狭すぎるので今回は別の部屋で全体が映るように撮影しましたので2画面で見てください。カットした木材、両サイドの木材にはラブリコアイアンを固定してまず壁に立ててしまいます。両サイドに立てたらもう簡単。自分の好きな高さで。今回は30センチ間隔で棚板にしてるんですが、30センチの板を下から両サイドに、今はビスを1本ずつ止めてるだけなんですが、これもうつけたら外さない方なんかはビスを打たないでも木工ボンドを塗って小さい板を両サイドにつけとくだけでも大丈夫ですよ。ビスなしでもできちゃうんです。サイドに2枚板をつけたら棚を上に置いて、ここもボンドだけでも大丈夫ですよ。この繰り返しだけ。ボンドをつけながら重ねていくだけなんです。簡単じゃないですか、これ。ちなみに、最初に立てた両サイドの板が今160で切ってあるんですが、重ねていく小さい内側の板は20小さくして140にしてます。すべての板が 18mm なので、20小さくしておけば、そこに扉がはまります。扉は引っ込んでるところに合わせて押さえながら、外付けの長板をつければ簡単につくので、長板も後でつけますが、ラブリコで立てた突っ張ってる両サイドの木の間に積み木のように重ねていけば完成するこの収納の方法。奥行きが広くなったらもっと頑丈で突っ張り金物を前と後ろにつけておけば先ほど言ったように倒れることも絶対にないんですよ。この方法を応用していけばかなり立派なものでも簡単に作ることができるんですよ。最初に置きたいものの高さなど調べて棚板が乗る高さを決める。そして飾り棚として開けておく場所と扉をつけて見せない場所とか組み合わせ次第でどんな風にでもできるんですよ。まだ簡単に思えない方もいるとは思うのですが、自分ではよくこの方法に気がついたなと自分で自分を褒めたいくらいです。このようなものを作るとしたら、サイドから長いビスでビス止めして作るのが当たり前なのに、
両サイドに立てた板の間に板を重ねるだけなんですからね。これすごく気に入ったので、また今度やるつもりなので、簡単収納を自分で作ってみたい方はぜひチャンネル登録もしておいてくださいね。あなたが作りたいものをいつ作るかはわかりませんが、役に立つようなことができるように日々考えて頑張りますので、よろしくお願いします。そんな話をしている間に積み重ねは終わりました。ホームセンターカットサービスを使った1枚板シリーズも結構やっているのですが、このラブリコとの組み合わせで作る収納は本当に簡単だと思います。扉をつける長板もこんなのつければ押さえながら簡単につけられるし、壁面に大きな壁一面収納なんか作ってみたいなーって感じましたが、そんな大きいものを作る壁がうちの中にはもうないので、なんか他のこと考えます。下から積み重ねて最後に一番上につける板がラブリコにはまれば、そこをビス止めすることによって強度が強くなります。今回は他の部屋で組み立てたものを水性の塗装で塗ってから、突っ張りをくるくる回して緩めたものを洗面所に運んで、また金物をくるくる回して突っ張ってあげて完成なんですから、本当に簡単だと思いましたよ。ここができたら、今回は前回やった洗面所のドアとミラー枠に合わせて薄いグリーンで塗装していきます。塗装は100均で買ってきた白の水性塗料とグリーンの水性塗料を混ぜて洗面所に合わせて塗ってから、水性のニスを塗った感じです。手順としてなんですが、今回は撮影をこの1箇所で済ませたかったので、組み立てた状態から塗装をしていますが、塗装は組み立てる前に行うのが本来の手順です。材料をやすりがけして床に何か引いて塗装をして乾いた材料を組み立てる、これが正しい手順なので、後から塗装は塗りづらいのでやめましょう。ということで、ラブリコの新しい使い方、ラブリコ×一枚板、いかがでしたか？ラブリコアイアンと合板だけで作っているので、棚をくっつけるために他の金具を買う必要もなく、しっかりとした天井の高さを生かしてたっぷり使える今回の方法、それいいねって思ってくれた方はグッドボタンをポチッと押してくださいね。今回使ったラブリコアイアン1400円だったのですが、もっと安く使えそうなラブリコの代わりになるものとかも今度紹介しようと思うので、簡単収納に興味のある方はチャンネル登録もよろしくお願いします。いろいろなアイデアを出せるように頑張ります。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回もよろしくお願いします。Super bass got